でしか見れないレインズをご紹介。レインズを使っていい土地の探し方を八重樫社長が教えてくれます。まずここに来ていただいたらレインズって言って不動産屋しか見れないサイトをお見せすることができます。ちょっと一緒にね画面を見ながらご説明したいと思うんですけど、今回川口で探されているということで希望は30坪で3000万円ということなので、ちょっとうちで紹介できるのが何件ぐらいあるかなというところをお見せしますね。こんな形で該当物件は100件ぐらいあります。その中で興味があるところがありましたら言っていただければ、ここに一括所得っていうのがあるので、こちらでダウンロードをするとお見せすることができるんですね。興味があるところがありましたらご案内するんですけども、ちょっと見ていただくと相場より安い物件って必ず何か欠点があることが多いです。例えば間口が2メートル、車が入らないので、車が入らないっていうことは例えば解体するのも、今でいうと相場の 1.8 倍ぐらいかかったり、もちろん大型重機が入らないので作業する職人とかも特に大変なんです。何億もしなければいけないので建築費もぐっとかかることが多かったりします。じゃあどういった土地がいい土地かっていうと、相場よりか高いところ、南から6メーター道路、車も出入りしやすくてすごく良くてみんな欲しいところ、そういったところはだいたい1割とか2割とか相場よりか上がったりします。いい土地っていうのはほとんど業者が買っちゃいます。力があるところだと自社で買ってそこに利益を取って転売したり、本当に力がないところですと、例えば一緒にゴルフ行ってる仲間の不動産屋の社長に紹介したり、仲間に紹介したりして個人的に小遣いもらったりとか、いろんな闇っていうのはあるので、素人さんがいい物件を未公開のものを取るっていうのはすごく難しいことです。ここに売り主さんって表記がありますけど、売り主さんっていうのは不動産とか建築屋さん、宅建業を持ったところなので、割とこういう土地ですとまともな土地を入れてることがすごく多いです。ちょっと売り主さんだけで一回開いてみて、こういうところ周りも新しいところでライフラインを入れ込むってすごくお金かかるんです。給水だとか排水だとか、やっぱりこういうところっていうのは7区画一緒なので、一気に売り主さんの方で工事をして渡してくれることが多いので、例えば教会のブロックだとか水道とか下水だとか、あとガスとか、そういったのも一気に整備してられることが多いので、割といい土地が多いです。あとこういうところですよね。古い町並みに一人で入るってお隣さんとか、例えばよくあるおせっかいな方もいまして、この植木植えたらどうかねっていう形で言われたり、このみかんの木どうぞって言われたら植えないわけにいかないですよね。植えなくてからしちゃうとちょっと角が立つというか、そういったこともあるので、こういうところに入っていくと周りも新しい人だらけなので、割と可能性的にはトラブルだとか頭を下げて下から行かなきゃいけないってことが少ない気がします。でこの土地が気になるなと思ったら行く前に、例えばですけどうちの方だとアットホームのプロサイトっていうのがあって、ここで不動産調査データプロっていうのをやると、例えば家買う時に気になるのが地盤とか水害とか活断層とか、どんな災害リスクがあるのかなっていうのが気になるところだと思うんですね。このレポート作成で行って条件を呼び出すと、今AI 君が周りの状況を見て、ここの土地の水害だ活断層だ、いろんなこと、昔何があったのかとか今計算しているので、こんな感じですね。まず活断層までの距離は4キロです。日本はね災害大国なので地震とか火事とかで液状化の可能性は高いというところなので、地盤改良費用は考えておきましょう。あと標高ですね、 4.1 なのでまずいとこは青いとこなので大丈夫かなと思うのと、浸水の可能性は大丈夫で、レッドゾーン土砂災害の可能性も少ないところですね。あとは土壌汚染の可能性も大丈夫そう、避難所ですね。であとは昭和36年に何があったか、畑なのかなとは思うんですけども、僕が生まれるずっと前のことも分かったりします。こんな形で気になる土地があったら一瞬で調べることができるので、もしご自身で市のホームページとかに行って一個一個調べるとやっぱり時間かかってしまうと思うので、気になる物件がありましたらご連絡いただければすぐ目の前でお出しします。
公式 LINE 登録していただいて気になるタッチを言っていただければ共有して、僕が建築屋のアドバイスとしての不動産、例えば不動産屋って仲介手数料商売なので、この土地はこんな欠点がある、給水で100万か200万かかりますよとか、重機が入りにくいから手起こししなければいけないので建築費用 5%1 割上げといてくださいとか、そういったアドバイスってしてもらえないことが多いので、僕の方でできる範囲は言って、例えば見に行く価値がない土地とかも結構あります。特には今地形が載ってますけど、写真だけで見ると結構広くてすごくよく見える土地っていうのがあるので、わざとよく前口が2メートルとか車が入れない土地はこういうような載せ方をして、土地の形は分かんないことが多いです。本当にいい物件っていうのは実際にレインズに乗ることは少ないです。レインズに乗ると売り主に頼まれた専任業者は 3% 売り主からもらうんですけども、レインズに乗せると他の不動産屋さんが買い主をつけて、買い主からの 3% ってもらえなくなっちゃうので、未公開で流れることが多いんですね。なので本当にいい物件を欲しかったら、例えば学区内の地域限定の方とかでしたら、その地域にある不動産屋を全部回ってみた方がいいと思います。例えば入りにくいおじいさんが一人でやってるようなところとか、昭和なところとかもそうですし、大手さんとかも特に財閥系ですね、三井さん、住友さん、東急さんとか、そういったところも情報っていうのは入ってくるので、あと不動産屋さんで例えばいい物件が出ると、本当に誰にしようかなっていう形でお客さんたくさん持ってます。なるべく下手に出て気になるような形で動いてもらえればと思います。両手って言い方するんですけども、買い主と売り主から両方から手数料をもらうことを両手って言うんですけども、両手にしてあげると割と力になってくれる不動産屋というか味方してくれる方も多いので、できたらね、ご自身でもいろいろ回って、もしなければ毎日数も見たりアットホームを見て、毎日のそれを日課にしていただいて、気になる物件があったらすぐ僕に LINE ください。で LINE でいただければ、私が接客中でも他のスタッフ何人かで共有してますので、そちらの方で対応させていただきます。もし例えば気になる土地がありましたら、うちの特徴なんですけど、私が YouTube 撮影大好きで、カメラを持って現地に突撃しちゃいます。土地の例えば境界がちゃんと入ってるかとか、重機が入るかとか、マイナス点っていうのを徹底的に洗ってみて、でこの僕が撮った動画っていうのは現場監督とか設計士とか水道工事店に共有させていただきます。でここで何か欠点が見つかりましたら、この土地はやめた方がいいですよという形でアドバイスさせていただきますので、うちで土地を仲介する、うちで建てる方は仲介手数料が1つ無料になります。あと売却がある方は売却の仲介手数料もダブルでお得になります。さらにこちら YouTube で限定公開、他の方見れることができないのでご安心ください。でこの時僕が気づいたところは、ここは水道の引き込みがなかったんですね。で隣との2区画で売ってるので、今ちょうど水道見えてますけれども、例えば隣の方で建てる時期が一緒でしたら、この A 区画と B 区画と真ん中に穴を掘って、1つの穴でできたら2本通した方が水道工事っていうのが安くできるので、こんな形で土地の欠点を見つけたり、どうやったら安くできるかっていうのもアドバイスさせていただいたり、あとね、切った時に近隣にちょっと怖い方がいたり、工事の邪魔をしそうな方とか、メンタル削られそうなことが起きるとやめましょうという形でアドバイスさせていただきます。